皆さん、こんにちは。今日はリクエストをいただきました。日本のお金の歴史について楽しくお話しします。お金持ちになりたい人、集まれ！最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。皆さん、質問です。昔の日本人は何でお買い物をしていたと思いますか？答えはなんと貝殻です。びっくりしましたか？実は世界中の多くの古代文明でも貝殻がお金として使われていました。すごいですよね。日本では売貨と呼ばれていました。でも最初からお金があったわけじゃありません。最初は物々交換でした。魚と米を交換するイメージです。でもこれって大変じゃないですか？例えば魚を持っている人は米が欲しいけど、米を持っている人は魚じゃなくて塩が欲しいなんてことがありました。頭が痛くなりそうですよね。そこで登場したのが貝のお金。貝の次は何がお金になったと思いますか？なんとお米です。米使いと言います。お米って食べ物なのにお金にもなるなんてすごくないですか？でも考えてみるとお米は保存がきくし、みんなが欲しがるものですよね。だからお金に向いていたんです。さて、クイズの時間です。日本で最初に作られた本当のお金の名前は何でしょう？正解はこれです。読めた人はすごいですね。和同開珍と読みます。さて、侍の時代になりました。お金はどうなったと思いますか？実は多くの侍はお米で給料をもらっていました。これを俸禄と言います。例えば、年収1万石の侍がいたとします。1石は約150キロのお米なので、この侍の年収は1500トンのお米。想像できますか？すごい量ですよね。でも、全部お米をもらうわけじゃありません。一部はお金に変えてもらっていました。それでもお米で給料って面白いですよね。江戸時代のお金といえば小判。小金で楕円形をしていました。小判にはいろいろな種類がありました。例えば大判という小判の2倍くらいの大きさのものもありました。手のひらサイズぐらいです。面白いエピソードがあります。江戸時代、オランダの商人が来日したとき、小判を見て、なんて変な形のお金だ、と驚いたそうです。丸いコインに慣れていた外国人には、小判はとても奇妙に見えたんですね。さて、
日本人はいつから円を使っていると思いますか？実は意外と新しくて1871年からなんです。戦争中、お金の価値がすごく下がりました。これをインフレーションと言います。例えば、1945年、リンゴ1個が3円だったのに、1年後には50円になりました。そして1947年にはなんと250円に。今、リンゴ1個が5000円になったようなものです。怖いですよね。日本の紙幣のホログラムって実はすごいんです。ただのキラキラじゃないんですよ。最先端技術の結晶なんです。例えば、1万円札を見てみましょう。ホログラムは見る角度によって1万という数字と桜の模様が切り替わります。これ、どうやってるかわかりますか？実は縦方向と横方向に違う模様を刻んでいるんです。賢いでしょ？このホログラムの溝、どれくらい細かいと思いますか？なんと1ミリの1000分の1くらいなんです。人間の髪の毛の太さの100分の1以下なんです。すごすぎて頭がクラクラしちゃいますね。5000円札のホログラムも負けていません。5000円札をゆっくり傾けると、こちらもきれいなホログラムが現れます。まるでアニメーションみたいですよね。千円札を見てください。ここからが面白いです。千円札をゆっくり傾けると、何が見えましたか？最初は1000という数字が見えますよね。でも角度を変えると突然1000という漢字に変わるんです。そしてさらに角度を変えると文字や数字が消えるんです。これびっくりしませんか？お金って本当に奥が深いんです。技術を集めた小さな芸術品とも言えますね。最近はスマホでピッとするだけで買い物ができます。これを電子マネーと言います。便利ですよね。未来はお財布がいらなくなるかも。スマホ一台あれば何でも買えるなんてすごい時代になりそうです。でもスマホを忘れたら大変かも。皆さんの国のお金はどうですか？日本と似ているところはありますか？面白い歴史はありますか？コメント欄で教えてくださいね。今日は擬音語、擬態語をお話しします。擬音語、擬態語って何？擬音語は音を表す言葉です。例えば、ワンワンは犬の鳴き声です。擬態語は様子を表す言葉です。
例えば、キラキラは星が光る様子です。なぜこんなに難しいんでしょうか？これらの言葉は感覚的なものです。だから説明が難しいです。例を見てみましょう。ふわふわ。ふわふわは軽くて柔らかいものを表します。綿菓子を想像してください。触ると軽くて柔らかいですね。それがふわふわです。英語でフラフィーやソフトと言いますが、完全に同じではありません。ふわふわには幸せな気持ちも含まれます。キラキラ。キラキラは小さな光が輝く様子です。クリスマスツリーの電飾を思い出してください。それがキラキラです。英語でスパークルやグリッターと言いますが、ニュアンスが少し違います。キラキラには美しさや希望の感覚があります。文化の違いで難しい言葉。文化が違うと言葉の感じ方も違います。例を見てみましょう。しっとり。しっとりは日本語ではいい意味です。おいしいケーキや落ち着いた雰囲気を表します。でも、英語でモイストやダンプと訳すと悪いイメージになります。カビが生えそうな感じがするからです。ワクワク。ワクワクは楽しみな気持ちです。子供がプレゼントをもらう前の気持ちを想像してください。英語で excited と言いますが、完全に同じではありません。ワクワクにはもっと純粋な期待感があります。難しそうですね。アニメや漫画を見てみましょう。擬音語、擬態語がたくさん出てきます。難しいけど、とても面白いです。一緒に頑張りましょうね。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼っていますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。